こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は6月前半に新たにゲームパスに追加されるタイトルと6月15日をもって外れるタイトルをご紹介します。ぜひ最後まで見てね。カーメカニックシミュレーター2021、6月1日からゲームパスに対応します。本作では自動車ガレージの新しいオーナーとして細部までこだわったリアルなシミュレーションゲームを楽しむことができます。4000以上のユニークなパーツを使って72台以上の車に改造を施すことが可能で、手に入れた資金を使って新たな作業場や設備などを拡張していくことができます。ストーリーミッションも存在しており、修理した車でレースに出場することもできるとのことです。あくまで修理の要素がメインとなるゲームですが、車の知識がない方でも楽しめる作りになっているとのことなので、車全くわからない私も触ってみたいと思います。日本語にも対応しています。ザ・ビッグトン、6月1日からゲームパスに対応します。バンドキャンプを抜け出して全国をドライブする好奇心旺盛な高校生アリとして冒険をするアドベンチャーゲーム。1990年代のアメリカを舞台に悪徳な闇金融業者がアリの家族が経営するビデオ店を潰そうとしている中で、見知らぬ人をペテンにかけたり釣りをしたり庶民を騙したりしてお金を稼いでいきます。日本語には未対応となっています。プレイヤーズ X ターミナルアフターマス、6月1日発売日初日からゲームパスに対応します。2020年にリリースされたヒプノスペースアウトローのスピンオフ作品となっていて、90年代の古き良き FPS のような映像表現で狂気に満ちながら様々な銃を扱ってハイスピードで敵を蹴散らしていく爽快感ある戦闘が楽しめる作品となっています。日本語には未対応とアナウンスされています。ヒプノスペースアウトロー、6月6日からゲームパスに対応します。先ほどご紹介したスレイヤーズ X ターミナルアフターマスとつながりのあるタイトルです。本作は以前もゲームパスに対応していたのですが、スレイヤーズ X のリリースに伴って再度追加される形となりましたね。90年代のインターネットを再現したシミュレーターゲームとなっていて、まるで当時を再現したようなウェブサイトをクリックしていき、ウイルスや広告などに注意しながら規約違反を犯しているものを見つけ出していくといったゲーム内容となっています。スレイヤーズ X 同様、本作も日本語には未対応となっています。アムネシア・ザ・バンカー、6月6日発売日初日からゲームパスに対応します。第一次世界大戦を舞台とした一人称視点のホラーゲーム。プレイヤーはフランス人兵士として一人荒れ果てた掩体壕に取り残され、暗闇の中で明かりを絶やさないように重苦しい恐怖と立ち向かいながら生きて脱出を目指します。こちらの行動によってその後の展開が変わったりするランダム性が搭載されているとのことです。銃や手榴弾を手に持ち発砲するシーンなども PV で確認できます。薄暗い不気味な雰囲気を楽しめる作品となりそうですね。現時点では日本語対応のアナウンスは行われていません。ルーンファクトリー4スペシャル、6月8日からゲームパスに対応します。マーベラスから2021年にリリースされたやり込み要素満載のほのぼの RPG。もともとは2012年に任天堂 3DS で発売されたオリジナル版のリメイクとなっています。農業や牧畜などを楽しめる牧場物語の要素とアクション RPG の要素を組み合わせたようなゲームとなっていて、ファンタジー世界での冒険を楽しみつつスローライフも楽しむことができるという、もともとは牧場物語シリーズのスピンオフタイトルとして生まれた作品となっています。
戦闘面では剣や槍、杖といった様々な武器や魔法を使って攻略していくことが可能で、街の住人を誘ったり、モンスターを仲間にしてダンジョン攻略を目指していきます。また主人公は男性、女性の選択が可能で、将来のお嫁さん、お婿さん候補となる住人たちとの触れ合いが楽しめるのも今作の魅力です。住民たちとのコミュニケーションで急接近すると恋人としてお付き合いもスタートし、彼氏彼女の時間を過ごして濃密な恋愛体験をした後は結婚、そして2人の間にはいつしか可愛い子供が誕生しちゃうなど、どこまでもやり込むことができるゲームとなっています。またマーベラスのタイトルがゲームパスに追加されるのは今回が初めてとなりますね。国内メーカーはほぼ全てのメーカーが1本にとどまらず複数作品をゲームパスに提供することが非常に多い傾向なので、今後の動きに期待が高まりますね。マーベラスの最新作であるループ8も6月1日に Xbox で新発売となっています。ウタッキング6月8日からゲームパスに対応します。2011年にダブルファインプロダクションズが制作し Xbox 360でリリースされたマトリョーシカたちによるアクションアドベンチャーゲーム。日本語には未対応となっています。このところ連続で同メーカーの旧作がゲームパスに追加されていますが、今後もさらにまだ追加する予定があると発表されています。ドル導入6月13日発売日初日からゲームパスに対応します。32歳の女性ミミとして田舎にある亡くなった祖母の家を訪れ、幼い頃に祖母と一緒に過ごした記憶をたどっていくアドベンチャーゲーム。水彩画風のグラフィックで表現された美しい景色を撮影したり録音したりして幼少時代の夏のひとときの日記を作っていく中でミミの過ごした思い出を楽しむようなゲームとなっています。コンパクトなボリュームながら心温まるストーリーを堪能できるとのことで、ちょうど季節的にもこの夏に遊ぶのに最適なゲームと感じられますね。Steam の方では字幕だけではなく音声の方も日本語に対応するとアナウンスされています。そしてここからは6月15日をもってゲームパスから外れるタイトルをご紹介します。SF フライトシミュレーションゲームのコーラス。サメとなって魚や人間たちを食べていき成長していくオープンワールドアクションゲームのマンイーター。放火を用いた戦闘が楽しめる高難易度ソウルライクアクションゲームモータルシェル。そしてぶっ飛んだ世界観でぶっ飛んだ暴力が楽しめるシリアスサム4などが外れる形となります。特にシリアスサム4はものすごい物量でって叫びながらものすごい勢いで突撃してくる敵たちをどんどん倒していく爽快感は凄まじく、日本語には未対応ですが楽しく最後まで遊ぶことができました。デッドスペースのように目的地までのナビを見ることができるので迷うことなく遊べます。進行不能になってしまうバグも何回か起きましたが、なんだか笑って許せてしまうノリのゲームでしたね。クリアまではちょうど10時間と程よいボリュームで楽しめました。またマンイーターとモータルシェルも私はクリアまで約10時間ほどとコンパクトなボリュームだったため、気になる方は今からでも遊んでみてはいかがでしょうか。ということで今回は6月前半にゲームパスに追加されるタイトルと外れるタイトルをご紹介しました。私のチャンネルでは今後も Xbox 関連の最新情報をまとめていきますので、よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。Twitter の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。